今日はちょっと風があってね釣りにくいですけど、これはまあ背から受けるんでまだ楽ですね。風の時はやっぱりどうしても仕掛けが浮いちゃうからね、それ考えてやってやんないといけないし、やっぱりねこの冬の時期グレはそんな浮いてこないですよね。やっぱり型のいいのは深めが多いですね、やっぱりね。だからある程度入れるように入れ込めるように、そういう仕掛けを使いたいと思います。今日はね、房総半島の鴨川太見というところで、僕の昔からのホームグラウンドですね。ここはね1月から3月まで深釣りさせてくるんですね。これでやってみたいと思います。あまり入ってないからいいのか、果たしてねひょっとしたらいないのか分かりませんけども、そういう楽しみだけども、結構僕はここで、昔からずっとやってて、楽しい思いさせてもらってます。今日こうやって海は割とベタで、風は北の風ですから割とここは釣りやすいんですけどもね、足場的にも非常にいいし、房総らしいサイズのグレを釣ってみたいと思います。今日使うラインはね赤いゼロスカセのちょっと若干前の黄色いタイプよりも若干浮くタイプの、浮くというよりね沈みが遅いタイプですね。もともとナイロンって比重が 1.18 ですから、そんな深くね入るわけでもないし浮いちゃうわけでもないんです。ですから、でも前よりもちょっと比重が軽いナイロンで、こういうね時期の深釣りには使いやすいかなと。浮いちゃうね表面張力があって浮いちゃうラインっていうのは風があると非常に釣りにくいんですけども、それをある程度消してあって非常に使いやすい深瀬にぴったりだと思います。これ使ってやってみます。今日はハリスは朝のうちはとりあえず黒ハリス2号これから始めます。そのうち、1.7 にするのか切られて 2.5 にするのか、それが楽しみでやってみたいもんですから、とりあえずやってみましょう。さあ果たしてどんな調子か分かりません。とりあえず最初際からいきますかな。際やって沖やってですね、来ないなぁ。でそのつもりさ取られてるなぁ。おかしいなぁ。流れは非常にいいんだけどな、餌取れるようになったな。深いみたいな。餌残ってないな。急に餌取りになっちゃいましたね。何が通ってるか分からない。なんだろう。餌取られてるわ。そういうのかな、これ。排水が長いか。縮める前に一回遠投。
よっしゃー、たまには来いやな。よし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 、突っ込んでくれてます。まあまあ30センチぐらいかな。よっしゃ、まあとりあえず1匹目ですから作っていきましょう。はい、30弱ぐらいですね。はい、まあ暴走ですからね、そんなに極端な大型はいないですけども、でもまあぼつぼつ、釣れるサイズで、でも綺麗でしょ魚は。おなかちゃんか、おなかちゃんだな。はい、というわけで1匹、おなかですけども出ました。まあね、大体巻いて餌が取られた時ずっと同じ時やってもダメなんですね。そういう時は大体ね、手前に小松巻いといて、小松の位置を変えずに大きめ狙う、例えば塩紙狙う、塩霜狙う、それ探ってみればいいですよね。そこに餌が残るところ、それを探せばいいと思いますね。そこにいつか食ってくれると思って待つんじゃなくてね、餌が残って落ちていくところを探して釣る、そういうパターンがまあこの時期のね釣り方ですね。この時期でちっちゃな、ね、餌取りも多いし、フグも多いし、結構ねいろいろいますから、それは餌取りで小松で餌取りを寄せといて、そのいないところを狙った方がいいです。その中を抜けてくるとしたら、確率したら非常に釣る確率減っちゃうんで、僕はいつもそうしてます。というわけでまあ1匹釣れたんでね、焦んなくていいです。ゆっくりコーヒーでも飲みながら一日楽しむ、これが冬の釣りですよ。寒い中にずっと我慢して釣る、それをコーヒー飲んでゆっくりする、僕はこっちの方が好きですね。バタバタやると通らなくだけでいい。あったかい。そろそろ口元濃いかい。乗ったわ。いや、いいですね。いただき。よっしゃ、いただきました。あとは同サイズかな、30ぐらいだね。まあはい、今度はまたお腹だ。朝のうちはお腹かもしれないですね。元気がいいから。でもまあまあ最近お腹が増えてるんですよね。綺麗ですよね。よし、ちょっと小型だね。26センチ。やっと口元きました。キュートです。そしたらこれから変わってくるかな。暴走通い始めてね、もう何年かな。僕最初に当選したのは小学校4年生の時ですね。まだエンジンじゃなくて手漕ぎの船で当選しました。それから始まってですから、もうすでに、何年だ、50年以上、60年ぐらい乗ってるんだな。まあもちろんね、中学校高校
大学っていうのはなかなかこっちで釣りはしてませんけども、部活があったりして、それから帰ってきてね、また昔来たなっていうことでずっと通ってます。この房総ね、どこ行ってもね、水深は割と浅いんですね。せいぜい10メーターから13、4メーター、20メーターあることがほとんどありません。それくらい浅いんです。ですからいつも僕らがやってる前走で落としていく、でしかもどんどん落としていくという釣り方はなかなかしにくい。だけども、どこでも魚は多いんです。だからこういう場所でするときは、もしかすると固定した状態で、そのまま流していってやって、ただ仕掛けをしっかり入れてそこに入れてやるというパターンを取ればいいと思うんですよ。ですから今日僕らが使っているようなね、二段浮きとか使って、なおかつね、浅いですから糸も入りすぎちゃまた釣りにくいんですね。ややね、水面からちょっとしたあたりをきれいにサスペンドして持っていかれるような糸、それが今のね、僕のゼロ深瀬の赤い方のバージョンだと思います。このバージョンね、結構使ってて初め軽いかなと思ったけど、使ってみるとやっぱりきれいに入っていって、特にこの風の時でも風に邪魔されないし、また入りすぎちゃうと今度海流に邪魔されちゃうんですね。それもないから房総半島とかこういう浅いところは非常に釣りやすいです。そしてまた釣りの時もあまり釣る時も流れが速くないし、割とゆっくり入れたい、そういう時も非常に使いやすい糸だと思います。ですからこういう房総みたいな浅いところ、それとチル釣りみたいなね、ああいう釣り方、流れがそんな強くなくてっていう感じの場所は非常に使いやすい糸にできていると思います。で色が赤ですから、やっぱりね、これ赤と前出してた黄色両方ありますけども、これ見やすい見にくいってあると思うんですよ。ただ日中になったら非常に見やすいです。非常に赤といってもね、赤ではありません。オレンジですから非常に見やすい。やっぱり暖色系の方がいいですね、やっぱり糸はね。で使ってて、非常に釣りやすい。当たり細かい当たりまで綺麗に取れるんで、割とね、ここで送り込めばいいんだなっていう感じのね、釣り方ができるんで非常に楽しいです。今今日のね、海だとあまり流れがないんですよ。そういう時っていうのはね、前走といういつもやる全部どんどん深くするような釣りはしません。だから逆にあんまり入り込まない糸の方が使いやすいです。ということでこのね、赤い糸でやってます。僕の使ってる浮きは二段浮き D サスという二段浮き使って、上と下をバランスで両方で引っ張り合って、それがさーっと入っていく感じだからちゃんと入るんですよね。風とかそういう時もめちゃくちゃ強い浮きですから、特に風と流れには抜群に強いです。もともと本流が好きで、そこで使える浮きってことで作った浮きなんですけどね、それで流してやると割といいんですけど、ちょっと今日は流れがないからね、でもこういう風の時はやっぱり強いですね、この仕掛け。本当はここもっと流す場所なんですよ。今日はたまたま潮がね、あまり動かない潮だから流さない。房総は割と潮に動かされます。大潮だったらちゃんと流れるしってことが結構多いですね。そういう感じでね、浮きをしっかりやってたら、これがきれいに立っていれば下の仕掛けもきれいに立って入っていくということですね。やっぱりこの時期ちゃんとしっかりと仕掛けを入れてやった方がいい方が釣れることが多いですね。だから手前でこっぱばかしいるところにいくらやってもそれじゃダメだけど、沖でしっかりと仕掛けを入れて、下のやつに食わしてやるっていうパターン。また沖に投げると手前の大きいやつがこっち走ることが結構あるんです。それも考えて、やっぱり僕は足元に込ませを打ってやや遠投気味の深めを攻めるというのが僕の攻め方ですね。今結構ね、今のトーナメント選手みんなそれをやってますよね。そのパターンが一番型が出るんですよね。昔はそのね、いっぱい中から大きいやつを抜き出そうというけど、10匹釣って1匹抜き出すんだったら沖で何匹かで1匹抜き出した方が仕事が早いんです。ですから割と大きめに最近の方はね、みんな狙ってますよね。僕の知り合いとかみんなトーナメント出てる後ろで見てると、やっぱり結構最近は遠投です。昔は足元でしっかりするっていうのは強かったんですけども、今は遠投する選手の方がちゃんと型を揃えてきますね。
僕らこうやって捨ててもやっぱり1匹も欲しい。トーナメントやったとしてもやっぱりね、大きいやつがないとダメで勝てないっていう感じです。ばらせない、1匹ばらしがね次の、ね、ステップに進めないという状況ですから、そのためにやっぱり型をかけないといけない。そのためにはやっぱりね、少し遠投気味で食わしてみるといいかなと思います。遠投するとね、あまりハリスの太さ気にしなくていいんですよ。最近トーナメントで出てる選手、後ろで見てハリス何号って聞くと結構太いです。 1.7 号2号が当たり前です。昔は 1.2 号 1.5 号だったんですけどね、下手すると08使うと言ってまいりましたけど、最近の方は結構それでしっかりと型取ってきます。でないと勝てないんですよ。だからね、選手はそれでね相手に勝つ。僕らはねストーリーかけてしっかり食わして大きいやつに勝つという釣り、もう共通です。やっぱりね、できれば大きいやつ釣りたいですよね。散々こいつに遊ばれてます。いや、僕が遊んでもらってんだけどね。色が右行っちゃってるな。いつもと逆だよ。完璧右行っちゃってるわ。こっちだ。素直だな、魚って。ちゃんと小ませの、ね、行く方向にいるもんな。よっしゃ。ちょっとサイズアップ。はい、35センチぐらいです。やっとまあまあが来たぞ。なんかさっき朝のうちは潮がこう左に流れてたんですけども、今下に小ませ巻いてみたら変わってるんですね。右に流れてる。こっちで餌取りばっかしで変だなと思って、今度潮の、ね、流れてる方向にと思って仕掛けなかったら一発で来ましたね。やっぱり素直ですね、魚って。小ませと一緒についていっちゃうんですね。ただたまに小ませの向きちゃんと見てなきゃいけないんだけども、ついつい遠投しちゃうと見えないんですよね。下にさらしがきついから、こういう時に静かな時に仕掛け投げてみれば、仕掛けてね、で小ませ投げてみれば分かると思うんです。きっとね、今僕ゼロハリス使ってるんですけども、前のやつから 2回ほど、パッケージがチェンジして、パッケージだけじゃなくて巻き方も全部チェンジして、どこが違うか、他のやつどこが違うか、まずしなやかで強度があって、なおかつまっすぐになる、直線性がすごいですね。スプールから出した瞬間にほぼまっすぐになっている、癖がついてないんですよ。それが非常に使いやすくて、ね、皆さんよくね、スプールを出した瞬間そのまま使ってますけども、そうすると水に入れちゃうとね、こういう螺旋状になっていることが結構あるんですよね。特に軽い仕掛けの方はそうなっちゃうんですよ。またはガン玉から針の間がカールしてる、カールっていうね、ゆっくりと螺旋状になっちゃってる。そうするとやっぱり食った時にすぐにね、抵抗で餌を離されちゃうってことは結構あるんでね、それがない分だけ僕はこのゼロハリスの、まあいい点かメリットかな。強度も十分だし、ね、非常に使いやすいハリスになってます。やっぱり、透明感も非常にいいしね、いいですね。やっぱりね、カーボンちょっと硬いってイメージがあるんですけども、ね、ゼロハリス結構その硬さがないですね、やっぱり。ただね、やっぱり硬いハリスは強いように思えるけども、強度的には十分に僕は使ってて、何も心配もなく使ってられます。非常に使いやすい。よっしゃー、ラストスピン。よ
やー楽しい楽しい。ちゃんとラストにくっつけるところが嬉しいね。よっしゃー。いやーよかった。締めはイサキでした。皆さん冬のイサキです。はい、一日お疲れ様でしたね。今日冬で寒いと思って、朝は寒かったんだけども、やってるうちにやっぱり房総はあったかいですねつってて、だんだん暑くなってきて、いやこんなに来ちゃってよかったかなというぐらい、ちょっと最後はもう中が汗ばんでるぐらいあったかいです。房総ですね。房総はね、割と近いんです。船で5分10分ところでね、結構釣れるんですよね。で結構やることが繊細なことが多いんですよね。結構やってるとハマってきます。僕らもう50年以上ハマってますからね。それでやってもまだね飽き足らない、またやってみたい、そういう釣り場だと思います。やっぱりね、他行ってもここに帰ってくるとホーム来たなっていうそのね安心感と、よしやるぞって気持ちはもうずっと昔から変わりません。そのくらい多分楽しい釣り場なんでしょうね、ここは。ぜひ皆さんもねこの釣り場、やってみたらいいと思いますよ。ね、こんないいフィールドなかなかないですから。房総は水深はそんなに深くないけども、魚はたくさんいます。いいですね、楽しい。